こんにちは、なぎです。日本語フローへようこそ。今日は日本の夏についてお話しします。皆さんの国にも夏がありますか？日本の夏はとても暑くて湿度が高いことで有名です。気温が35度くらいになる日もあります。でも日本の夏には暑さだけではなくたくさんの楽しい文化があります。今日は日本の夏の過ごし方や夏ならではの食べ物、イベントについてお話ししたいと思います。まず日本の夏の朝です。朝は少し涼しいですが、太陽が出るとすぐに暑くなります。私は朝家を出るときに今日は暑くなりそうだなと思うことがあります。そして日本の夏に欠かせない音があります。それはセミの鳴き声です。ミーンミーン。日本ではこのセミの声を聞くと夏が来たなと感じる人が多いです。皆さんはセミを見たことがありますか？日本にはいろいろな種類のセミがいます。夏になると公園や木の近くでよく鳴いています。朝から大きな声で鳴くので少しうるさいと感じることもあります。でもセミの声が聞こえないと少し寂しく感じる人もいます。日本人にとってセミの声は夏の音の一つです。そして昼になるともっと暑くなります。外を少し歩くだけでも汗をかくのですが、そのため日本では日傘を差したり、帽子をかぶったり、水分をたくさん飲んだりします。最近は男性でも日傘を使う人が増えています。日差しがとても強いので、日傘があるだけでも少し涼しく感じます。また、日本のコンビニや自動販売機では、冷たい飲み物がたくさん売られています。麦茶、緑茶、スポーツドリンク、アイスコーヒー。暑い日に飲む冷たい飲み物はとても美味しいです。日本の夏によく飲まれる飲み物の一つが麦茶です。麦茶にはカフェインが入っていないものが多いので、子供から大人までよく飲みます。家で大きなボトルに麦茶を作って冷蔵庫に入れている家庭も多いです。そして日本の夏といえばアイスクリームも人気です。コンビニやスーパーにはたくさんの種類のアイスクリームが並びます。バニラ、チョコレート、抹茶、いちご。皆さんはどの味のアイスクリームが好きですか？暑い日に食べたくなる日本の夏の食べ物があります。それはかき氷です。かき氷は氷を細かく削ってシロップをかけて食べるデザートです。いちご味、メロン味、レモン味、ブルーハワイ。いろいろな味があります。赤、緑、黄色、青。色もとても綺麗です。最近は昔ながらのかき氷だけではなく、ふわふわのかき氷も人気です。口の中に入れるとすぐに溶けます。果物やクリームがたくさん乗っている豪華なかき氷もあります。暑い日に食べるととても美味しいですよ。日本の夏の食べ物にはそうめんというのもあるのですが、そうめんはとっても細い麺で、冷たい水で冷やして、つゆにつけて食べる食べ物です。暑くて食欲がない日でも、冷たいそうめんなら食べやすいです。ネギや生姜、わさびなどの薬味と一緒に食べることがあるのですが、夏のお昼ご飯にそうめんを食べる家庭はとっても多いです。そして夏といえばお祭りです。日本ではいろいろな場所で夏祭りが開かれます。夜になると浴衣を着て出かける人もいます。浴衣は夏に着る着物です。普通の着物よりも少し軽くて夏らしい色や柄が使われています。花の柄、金魚の柄、花火の柄などがあります。浴衣を着るといつもの服とは少し違う気分になれます。夏祭りには屋台がたくさん並んでいて、たこ焼き、焼きそば、りんご飴、チョコバナナ、綿飴など美味しい食べ物がたくさんあります。金魚すくいやヨーヨーなどのゲームも並んだりしますね。友達や家族と一緒に歩くだけでも夏祭りはとっても楽しいです。そして夏祭りの大きなイベントといえば花火大会です。日本の花火はとても大きくて綺麗です。夜空いっぱいに色とりどりの花火が広がります。大きな音がして、その後に光が広がるんですが、
赤、青、緑、金色、いろいろな色の花火があります。花火大会にはたくさんの人が集まるので、家族や友達、恋人と一緒に見る人が多いですね。場所によっては川の近くや海の近くで花火を見ることができます。花火が水に映るととても綺麗です。花火大会は日本の夏の思い出の一つです。もちろん日本の夏は楽しいことだけではないです。とっても暑いので、熱中症という症状に気をつけなければなりません。熱中症になると頭が痛くなったり、気分が悪くなったりします。そのため日本では夏になると水を飲みましょう、無理をしないでください、涼しい場所で休みましょうという言葉をよく聞きます。外に出るときはお水やお茶を持っていく人が多いです。またエアコンを使うことも大切です。昔の日本では扇風機やうちわをよく使っていましたが、今ではエアコンなしでは過ごすのは少し難しいですね。今でもうちわや扇子は夏の道具として人気はあります。お祭りでうちわをもらうこともあります。食べ物にまた戻ってしまうのですが、夏になるとスイカが食べたくなります。冷たいスイカを食べると夏だなぁと感じますね。日本では家族でスイカを食べたり、海やキャンプでスイカ割りをしたりすることがあります。スイカ割りは目を隠して棒でスイカを割るというゲームです。周りの人がもっと右、もう少し左など声をかけてスイカの場所まで誘導します。そしてうまくスイカが割れるととても盛り上がります。皆さんの国にも夏によく食べる食べ物ってありますか？夏だけの特別な季節感のある食べ物です。もしあればぜひコメントで教えてください。私は日本と外国の夏の違いを知りたいなと思います。日本では夏になると海やプールへ行くという人が増えます。子供たちは夏休みなので家族で旅行に行く、プールへ行く、海へ行く、キャンプをする、花火をする、そういった楽しみでワクワクする季節です。日本の家庭では小さな手持ち花火を楽しむこともあります。大きな花火大会と花火とは違います。手に持って静かに光を楽しみます。最後に残る小さな火を見ながら夏の夜を過ごすというのが思い出として残っている人も日本人には多いのではないかと思います。とても賑やかな夏祭りも楽しいですが、静かな夏の夜も素敵ですね。窓を開けると虫の声が聞こえてくる。風鈴の音が窓辺から聞こえてくる。日本の夏らしい音です。風鈴は風が吹くとチリンチリンと涼しい音がします。暑い夏にその音を聞くと少しだけ涼しく感じるんです。日本では音や食べ物、景色で季節を感じる文化です。夏が終わる頃になると少しずつ朝や夜が涼しくなってきます。それに合わせてセミの声も少なくなり、そして秋が近づいてきたなぁと感じます。日本には春、夏、秋、冬の四季があって、それぞれの季節に違う景色や文化があります。多くの日本人はその季節にしかできないことを楽しみます。暑くて大変な日本の夏ですが、夏祭りや花火、かき氷、スイカなど、夏にしか楽しめないものもたくさんあります。私は暑すぎる日は少し苦手ですが、でも夏の夕方や花火の音、セミの声を聞くと、やはり日本の夏らしくていいなと思います。今日は日本の夏についてお話をしてきました。皆さんは日本の夏を体験してみたいですか？日本に来る機会があれば、ぜひ夏祭りや花火大会、そして美味しいかき氷を楽しんでみてください。ただ、日本の夏は本当に暑いので、水分をしっかりとって無理をしないようにしてくださいね。それでは、最後まで聞いてくださりありがとうございました。このポッドキャストが皆さんの日本語のリスニング練習に役立っていたら嬉しいです。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それではまたね。